てますから。素晴らしい。ありがとうございます。ちゃんと見ていただいて。あ、そっちですか。いやいやいや。お芝居がとかじゃなくて。いや、お芝居も素晴らしかった。僕がね、でも、後輩の僕が、浪川さんのお芝居素晴らしかったです。いやいや、言ってくださいよ。最近、はい、なんだろう、誰も言ってくんないから。誰も言ってそんなことないじゃないですか。応援してくれてる人とか、はいはい、作品が好きな人はね、はい、あ、よかった長宗みたいなこと言ってくれると、はい、嬉しいよね、ああいうのね。はい、ね、嬉しいですね。でも同じぐらい、はい、あいつ読めんのかよみたいな。読めんの？だから呪術が難しいじゃん、読み方が。はい、漢字とか。そう、読めんのかダメか大丈夫かよってルビとか振ってんのか、振ってっから当たり前でしょ、初見なわけないんだからさ。浪川さんといったら漢字読めないキャラにちょっとなってますよね。昔ね、そういうエピソードありましたけど、読めないんじゃん、読めてるんだよ。せんべいを前持ちって呼んで。なんで知ってんの？いや、有名な人。いや、でもね、最初聞いたの。呪術で最初入るときに、原作とかも読んでるけど、やっぱりさ、なんかその時は読めてるけど、もう一度台本になると、あれなんだっけと思っちゃう時ってあるじゃん。いや、ないですね。一回読めたやつはずっと読めます。一回聞いて。あるじゃん。あるかもしれない。でしょ？その時に、たまたまなんだけど、そばにいた人に聞いたのよ。これってなんて読むんだっけって台本見せたら、それが木村昴だったの。あいつ一個も読めなかった。昴だから昴の方が読めないのよ。読めないんだ。まあでもドイツの血も入ってる。あ、まあね、逆にドイツ語喋れるからね、すごいよね。そうですね。日本の純日本。そうだから虎杖もさ、なんかテレビとかでもやってたよ。なんかみんなが読み合いしてて、どう読むかみたいなバラエティ番組で、誰も読めないみたいな。誰も読めないよね。確かに読みにくいやつ多いですけど、でも今回は浪川さんちゃんと赤鱗躍動とか赤血操術全部ちゃんと読めて、アフレコ開始前のロビーで俺調べてきたから嬉しそうに。そうだよ。だって携帯にもパッドにももう呪術がすぐ開かれるようになってるから。あ、確かに収録中も原作読みながら。ただゲトだけはもうゲトとは読めない。なんて読んでました？夏油。あれだけはもう無理だよ。まあ確かにそうですね。油を通って呼ぶんだ。ゲはまだわかるじゃないですか。そんな言ったら虎杖だろ、虎杖。虎杖。虎杖も。虎杖。いや、虎杖ってでもなんかそういうご飯屋とかあるじゃないですか。大門あたり。あるんだ。あります。虎杖って。虎杖って。そうなんだ。はい、あります。こういう話してればいいの今日？違います。作品の話を。でも一応作品の話になりますけど、まだでもオープニングなんでこれ。あ、そっか。はい。この後ほど。いっぱいあるもんね、話。